朝鮮王朝だけでなく、日本やヨーロッパにも厳しい身分制度が存在し、人々が迫害されたり、差別を受けたり、自由に職業を選ぶことができない状況がありました。このような身分制度は時代や地域を超えて共通して存在してきましたが、なぜこれほど多くの社会で見られるのでしょうか。それは人間が群れで生きる社会的動物であるためかもしれません。群れの中では自然と序列やヒエラルキーが生じる傾向があります。ただし、それが必ずしも差別や不平等を生むわけではありません。身分制度が固定化し、存続してきた背景には、教育や文化、社会構造が大きく影響していると考えられます。現代社会では平等であることが重視され、不平等を克服し、公平な社会を目指す努力が進められています。現在では職業選択の自由や男女雇用均等が当たり前とされていますが、それが当たり前ではなかった時代があったことを知っておくことも重要だと思います。なぜキーセンは医療を担当したのでしょうか。現代では医師は憧れや尊敬の対象となる職業ですが、朝鮮王朝時代では王様の主治医であっても身分は低かったそうです。当時、儒教の影響で女性が男性に肌を見せることを極端に禁じていたため、深刻な問題が生じていました。女性が病気になっても男性医師による診察や治療を受けることが難しかったのです。そこで女性を診察する医師である医女が必要とされるようになりました。しかし、医女の身分は男性医師以上に低く、時にはキーセンと同等に扱われることもあったそうです。これは医女が男性患者を診察する際に男性に触れる必要があったためです。医女は国家が所有する官備から選ばれ、教育を受けて育成されました。一方、ヤンバンの女性は屋敷の中で控えめに過ごすことが求められ、働かなくても良いとされていたため、特に職業を持つ必要がありませんでした。それどころか、職業を持つことは地位の低い女性とみなされていました。ドラマジャングムの誓いを見たとき、不思議に思ったことがありましたが、当時はこうした考え方が背景にあったのですね。現代では婦人科の病気で男性医師に診てもらう場合、患者側に
羞恥心を感じることがあるかもしれません。しかし、診察は医師にとって日常的な仕事であり、医師側は特に何とも思わないのだろうと思います。ドラマファンジニーを見ていて、襟合わせが逆の人がいることに気づきました。女性のチョゴリは右胸の高い位置にオッコルンという紐がついているため、間違えることはほとんどないように思います。しかし、男性のチョゴリはオッコルンの位置が女性よりも低い位置にあるように見えます。そのためなのか、男性の襟合わせが逆の場合がありました。このことが気になり調べてみました。諸説あるうちの一つの説としてお聞きください。現代の日本では左前は亡くなった人の襟合わせとされ、タブーとされています。この風習はいつ頃始まったのでしょうか。日本の古代古墳時代の埴輪や壁画を見ると、左前と右前の両方の襟合わせが混在していたことがわかります。当時は地位の高い人が左前に来ていたそうです。しかし、元正天皇の時代、つまり奈良時代の719年にすべての人は右前に来なさいと定められ、それ以来右前が定着したと言われています。また、日本の宗教観では、人が亡くなると位が上がると考えられています。そのため、亡くなった人には地位の高い人を表す左前の装束が用いられるようになり、生前に左前を避ける風習が生まれたのだそうです。地位が上がるから亡くなった人には左前に着せてあの世へ送り出すと考えると納得がいきます。これまで左前は絶対ダメとしか教わっていなかったので、今回調べてみて理解が深まり嬉しく思います。ただし、これはあくまで諸説の一つです。ちなみに、右前という言葉は自分から見た右なのか、相手から見た右なのか、少し分かりにくいですよね。私はこれをカタカナのソと覚えています。この方法なら混乱しにくいです。カタカナのソです。中国大陸では唐の時代に右前に改めるようになったと言われています。唐以前の古代中国では左前の服装も見られ、襟合わせが
混在していたようです。日本の古代も同様でしたね。右前が広まった理由については諸説あります。例えば、北方の騎馬民族は弓を使いやすくするために左前に来ていたと言われています。それに対抗して中国大陸では右前が定着したという説もあります。また、武人が剣を体の左側に刺す際、左前だと服に引っかかりやすいからとか、右利きの人が多く、右前の方が来やすかったからとも言われています。私が思うに、右前の方が単純に実用的で来やすかったことが大きな理由ではないでしょうか。こうして中国大陸で定着した右前の文化が朝鮮半島や日本にも伝わり広まったようです。ドラマで襟合わせが逆だったのは俳優さんや衣装担当者さんが単純に間違えた可能性が高いと思われます。日本では左前は亡くなった人の服装のため絶対的にタブーですが、日本の大河ドラマでも史実とは異なる衣装が時折見られます。もし、と思ったことがあれば、ぜひ調べてみてください。その背景を知ることで、さらに興味深い発見があるかもしれません。